こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回もキャラバンの DIY やっていきたいと思います。今回はですね、換気扇をつけていきます。IH が設置されている上部に換気扇をつけていきたいと思います。それではお願いします。で、ちょっとやっていく前になんですけど、電子レンジ設置してます。撮影はしてなかったんですけど、簡単に電子レンジの台を作って、でその上に電子レンジを乗せて、仮で固定するという感じです。で、ここにはまた新たにスイッチをつけてます。これもね、ちょっと今まだ仮の段階で、今からちょっとこの辺をくり抜いたりして、ここの収納、あと広く見えるようにですね、全部板で塞がってるとちょっと見栄えも良くないので、かっこよくカットしたり、塗装もね、ちょっと塗装途中で雨が降ってきたりして、ちゃんと濡れてないんですけど、電子レンジまでは完成しているということですね。で、このスイッチも、こんな感じで、電源を入れるとここが使えるようになったり、ここを押すと電子レンジがついたりとか、はい。こんな感じで動作できるようにしてます。で、今回はここですね。この IH の上、この辺ですね。この辺にですね、簡単な換気扇をつけようかなと思ってます。換気扇も自作で簡単に作って、煙が吸えればいいかなということです。で、まず購入したのがこれですね。直径10センチのダクトです。2000円弱ぐらいですかね。1600円とか。いろんな種類が出てるんですけど、これをまず購入しました。あとこちら、換気ファン。PC 用とかで使われてる小型のファンです。で、ダイソーでこういうの買ってきました。どこにでもあるようなタッパーみたいなやつですかね。これをちょっと加工して、こんな感じで穴を開けて、で、中にファンつけて、で、ダクトとつなげて、で、これごと、ここの板ですね。板をきれいにくり抜いて奥にはめて、で、上から通していって、反対側のドアの下のステップですね。そこまでダクトを持っていこうかなと思ってます。うまくいくといいんですが、つけてみないことにはね、ちゃんと煙を吸ってくれるのかわかんないんですけど、とりあえず簡単に作っていきたいと思います。ということで、まずはですね、この板外していきたいと思いますけど、ちょっとこの仮で箱の幅だけでも印つけていきましょうね。こんな感じですね。もっと大きく。いましたね。で、板が外れます。どうでしょうね。こうでもいいね。購入していただくと、これが潰れると思うので、潰して、形を作っていきながら、やっぱある程度のところでこう潰したらいいのかなと思ってるんですけど、なので、潰して天井に通る幅にある程度潰してから伸ばしてやっていこうかなと思ってます。じゃあここ全部外して開けてからダクトを入れてみます。ないかな。で、一応イメージしてる作り方としてはですね、これを向こうにはめるんですよ。ここに穴を開けて、ダクトを固定させる。で、ファンはこの向きで、上に吸い上げていってもらう形で作るんですけど、蓋ですね。こちらの蓋。蓋の表側には、このダクトカバー、これをくり抜いて、はめて、で、裏からは、このファンを穴を開けて固定するっていうだけです。で、蓋を閉じたら換気扇の出来上がりっていう。これをはめてみます。外から綺麗に切ったみたいな。はい、OK ですね。こんな感じです。はい、これで、タイラップで全部が繋がったのでいいかなっていう感じです。あとは、こうですよね。こうやって、上、開ける。一発でいいか、最後は。こんな感じで切れました。こうですね。これでちゃんと閉まるはず。はい、できました。換気扇。で、蓋を閉める。見た目いいぞ、なんか。スイッチ入れてみます。おー。じゃあ煙で実験してみますか。めっちゃ吸いますね、煙は。吸いますね。
出てくる。ちゃんと吸って、ダクトから出てきますね。で、ここから出るか。煙いってます。ほら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 。めっちゃ出てきた。完璧だ。よし。これで、換気扇 OK ですね。はい、こんな感じで、ちょっと適当に取り付けて、また適当にベニヤカットして、まだニソも塗ってないんですけど、ちょっと雰囲気が見たかったので、針で取り付けてみました。こんな感じです。で、板張りは終わったことになるんですけど、こんな感じで、ここに IH があるんですけど、IH の上に、見た目もね、全然悪くないんですよ。個人的にはいい感じだと思ってるんですけど、あとは耐久性というか、問題はないと思うんですけど、タッパーを石止めをしているので、落ちてくることはないです。あとはダクトですね。ダクトの出口、これをですね、下に入れて、穴を開けて、でこれをですね、入れて、布なんかで何かでくるんだりしてですね、ちょっと見えなくしてやっていこうかなと思ってます。こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、昨日に引き続き今日もちょっと作業していきます。今日はですね、この外に排気する穴を開けていこうと思います。はい、こんな感じです。真下には開けれないようなので、横に開けていきます。待って。じゃあ、タッパーでやっていきます。はい。ということで、完成した換気扇のダクトと換気扇がこちらになります。こんな感じで、布を巻いて、目立たなくしただけですね。こんな感じで、一応目立たない感じになってます。で、これが作ったダクトですね。ダクトの出口ですね。排出する側。同じようにタッパーを使って、こんな感じで簡単に作ってます。で、これ下は磁石なので、簡単に取り外しができて、網戸の掃除をしたりとかができるようになってます。で、同じ要領でトイレの換気扇もつけました。こんな感じで、トイレの換気ファンは下につけてます。ネットで調べたらアンモニアとか、トイレの嫌な匂いっていうのは下に溜まるという風に書いてあったので、換気扇を下につけた方がいいかなということで下につけてみました。で、ダクトは IH の上の換気ファンと同じようにタッパーで作ってます。すぐに外せれるので、メンテナンスがとても楽です。こんな感じになってます。網戸をつけて、穴を開けて、ダクトをつなげてるって感じです。メンテナンスがしやすいっていうところがポイントだったので、うまくいってよかったです。一応こんな感じで、クリップで留めてます。これで取れることはないです。こちらも同じですね。簡単にクリップで留めて、振動で外れることがないようにしています。次がキッチンの換気扇です。こんな感じになってます。ある程度キッチンも完成しております。こんな感じで、夜間とかホットサンドメーカーとかを吊り下げ式にしています。この辺は完成した車両紹介の動画でお見せしたいと思います。換気扇こんな感じで完成してます。タッパーにしては見た目も良くて気に入ってます。この黒のダクトがかっこいいので、違和感がないというか、いい感じに仕上がってるかと思います。でこちらの IH の電源を入れると、換気ファンも一緒に回るということになってます。で、IH の電源をつけてみます。IH の電源を入れると、こちらのファンも作動するようにしています。で、こちらから吸われた煙などが上の天井を通って、ここですね。ここに出てきて、ここからこの穴を開けたところを通って排出されます。トイレですね。マルチルームを車内から見るとこんな感じです。ドアを開けると、以前紹介したラッコンが装備されてます。で、こんな感じですね。で、窓ですね。窓がプラダンとダイソーで買ったクッション材を貼り付けてます。いい感じにできてるかと思います。
はい。ということで、今回の動画は以上になります。で、次が一応完成動画になります。社内のルームツアー完成動画を上げますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画も見てください。で、外装も塗る予定なんですけど、一旦次の動画で外装は塗ってない状態なんですけど、完成動画としてルームツアーを上げたいと思います。一旦完成ということですね。その後、いろいろアップデートしていく場所が出てくるのですが、第1段階は完成ということで、次ですね、社内の全貌を紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。